現在採石部分の境界を工事しています。夏野菜の植え付けや草刈りなどでしばらく放置していたので、見事に雑草だらけです。土留めを兼ねた見切り材が必要なので、U 字工にコンクリートを充填した自作のブロックを作りました。頑張って転圧した採石部分がモグラの崩した土で埋まっています。一旦全部移動して採石面を掃除することにしました。マイペースすぎる一人外交 DIY ではこういうことがよく起こります。掃除が終わって U 字工を並べ直しています。ベジ部分に挟むスペーサーを以前より3ミリ小さいものにしました。というのは以前並べた時に最後の部分で既存コンクリートとのズレが気になったためです。スペーサーを3ミリ小さくすると全体で80ミリほどになります。2倍材の38ミリから35ミリに変更しました。35ミリ厚の材はなかなか売っていないので15ミリと20ミリを貼り合わせています。並べ終わりました。うまく既存コンクリート部分に合わせて配置することができたと思います。バッチリ合いました。地形に合わせた緩やかなカーブで配置しました。直線ではないので水糸を頼りに固定していくことができません。前後のブロックに合わせて一つずつモルタルで固定していきます。今回は今のところ完成している4つだけを固定していきます。竹やぶの手前に何かを見つけました。じっとこちらを見ています。キョンでした。付録調整のために鉄筋を使って水糸を張りたいと思います。ドブメッキされたものがホームセンターでバラ売りされていました。土に刺しやすいように斜めにカットします。この水糸を頼りにブロックの水平を決めます。長いので2つに分けて貼りました。ブロックの下に敷くモルタルを練ります。ブロックの重さが50キロあるので乗せた途端にべちゃっと広がらないように固めの仕上がりにしました。1つ目のブロックに取り掛かります。モルタルの量の正解がわからないので適当です。ブロックはモルタルの厚み分数センチ上がります。2つ目以降はその高さに合わせて並べていきます。水平確認用の水糸はブロックに近いと作業しづらいので随分と上に貼ってあります。めっちゃ腰にくる。このモルタルの硬さでどの程度沈むのか見当もつきません。意外と沈まない。こんなに重いのに。コンコンしたくらいでは全然下がりません。特大の木槌で叩いてみます。とっても時間がかかりました。ブロックから水糸まで7センチあるので以降7センチで統一します。1つ目のブロック固定できました。微調整するのに苦労しました。モルタルの硬さというより量が多かった気がします。続いて2つ目のブロックに移ります。2つ目のブロックも微調整が大変でした。かといってモルタルを柔らかくするとどんどん沈みそうで怖いです。中央部分を開けてモルタルが逃げる空間を作れると良いかもしれません。
ここも水糸から7センチに合わせます。水糸は地面と平行で 2% の勾配がついています。やはりモルタルが多い気がします。すでに腰が悲鳴を上げていますが、3つ目に取り掛かります。並んでいるブロックを1つ外します。そこに固く練ったモルタルを敷きます。コンクリートを充填した自作の U 字工ブロックを置きます。運動不足の氷河期世代には地獄のような重さです。モルタルの量が少なくて低くなってしまいました。一旦外してモルタルを追加します。中央部分に隙間を作りました。OK です。疲れたけどもう1個やろうかな、どうしようかなって考えてます。4つ目やることになりました。運ぶだけで一苦労です。バランス崩して倒れました。斜面でよかった。誰だ、こんな重いブロック作ったのは。手持ちの4つを固定し終わりました。3つ目と4つ目は中央部分を開けてモルタルの量を減らしました。少し調整しやすくなったと思います。次回使うブロックを作っておきます。モルタル接着強化剤は2度塗りしてから丸1日乾燥させます。理系剤を塗った自作の型枠で U 字工の両端に蓋をします。思いっきり締め込みます。 U 字工の水平も確認しておきたいところです。斜めってると内容物も斜めに固まります。インスタントモルタルにかさ増し再生砕石、ひたすら手練りする53歳。以前のように満タンにしないで2センチくらい下げています。この方がより強く固定される気がしています。気のせいかも。排水マス周りのモルタルを作り直します。もともとはこんな感じです。割れまくってボロボロでした。使わなくなったプラハチを輪切りにして型枠として使うことにしました。ワイヤーとか入れてないので車で踏んだら割れるかもしれません。そしたら作り直しですね。綺麗に仕上げるのは難しいです。完成。なんとなくそれっぽくなりました。敷地沿いの赤道です。草刈りついでに竹の子収穫してます。未舗装なのでどんどん生えてきます。竹やぶの拡大と戦っています。食べる分、借り倒す分、まだタケノコのうちは草刈り機で刈れます。成長した竹は手のこで買って竹やぶにお帰りいただきます。使い道ないからな。タケノコ食べる以外の使い道があるともっと頑張れるんですけど、たくさんいるキョンがタケノコを食べてくれたらいいのに、うちの菜園ばっか荒らさないでさ。なかなか大変な作業です。じいさんになってもできる気がしません。
今日も無事に赤道の平和を守りました。今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。